春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。以前作成した動画、NPC に話しかけてみた会話システムの続きです。現在、NPC に話しかけると、会話が始まります。その会話の途中にクイズが出題されるようにします。クイズ問題は NPC ごとに異なる問題が出題されます。クイズ問題には複数の選択肢があります。選択肢の中から一つ選択して回答します。回答すると、正解または不正解のリザルト画面が表示されます。クイズ問題数は NPC ごとに異なります。クイズが終わると、元の会話に戻ります。こんなところですかね。クイズ作ってみた会話システム。早速、作ってみましょう。1、挿絵 UMG 用ウィジェットの作成。挿絵 UMG 用のウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を UMG イラストレーションフレームにします。ファイルを開きます。1、デザイナー、パネル、キャンバスパネルを配置します。フィルスクリーンをデザイアーにします。パネル、サイズボックスを配置します。名前をイラストレーションサイズボックスにします。サイズ X、900.0、Y、506.25 にします。一般、イメージをサイズボックス配下に配置します。名前をイラストレーションイメージにします。アピアランス、カラー&オパシティを黒色にします。アルファを 0.5 にします。一般、テキストをキャンバスパネル配下に配置します。名前をユーザーアンサーテキストにします。イズバリアブルをトゥルーにします。アンカーを中央にします。1x、1y をリセットします。アラインメントを 0.5、0.5 にします。サイズ2コンテントをトゥルーにします。フォント、サイズを60にします。パネル、サイズボックスを配置します。名前をリザルツサイズボックスにします。サイズ X、900.0、Y、506.25 にします。一般、テキストをサイズボックス配下に配置します。名前をリザルツテキストにします。イズバリアブルをトゥルーにします。コンテンツ、テキストにかけると記入します。フォント、サイズを300にします。輪郭設定、輪郭サイズを3にします。輪郭色を白色にします。ジャスティフィケーションを中央揃えにします。一般、テキストをキャンバスパネル配下に配置します。名前をエンターテキストにします。アンカーを中央下にします。1x、0.0、1y、マイナス 50.0 にします。アラインメントを 0.5、0.5 にします。サイズ2コンテントをトゥルーにします。コンテンツ、テキストにエンターと記入します。アピアランス、カラー&オパシティを黄色にします。2、グラフに移動します。リザルトマークの表示、カスタムイベント EV リザルツを作成します。リザルツテキストを配置します。リザルツテキストより、セットテキストノードを配置します。カスタムイベント EV リザルツにつなぎます。インテキストピンをカスタムイベント EV リザルツにドラッグします。変数名を U リザルツ、テキスト型にします。ユーザーアンサーテキストを配置します。ユーザーアンサーテキストより、セットテキストノードを配置します。リザルツテキストのセットテキストノードにつなぎます。インテキストピンをカスタムイベント EV リザルツにドラッグします。変数名を U ユーザーアンサー、テキスト型にします。コンパイルして保存します。2、選択肢 UMG 用ウィジェットの作成。選択肢 UMG 用のウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を UMG チョイスフレームにします。ファイルを開きます。1、デザイナー、パネル、キャンバスパネルを配置します。フィルスクリーンをデザイアーにします。パネル、バーティカルボックスを配置します。サイズ X、1000.0、Y、562.5 にします。一般、テキストをバーティカルボックス配下に配置します。名前をオペレーティングインストラクションテキストにします。
イズバリアブルをトゥルーにします。パディング、サイズをフィルにします。バーティカルアラインメントを垂直方向に中央揃えにします。コンテンツ、テキストにセレクトウィズマウスカーソルと記入します。アピアランス、カラー&オパシティを黄色にします。フォント、サイズを 50.0 にします。輪郭設定、輪郭サイズを3にします。ジャスティフィケーションを中央揃えにします。一般、ボタンをバーティカルボックス配下に配置します。名前をチョイス001ボタンにします。パディングを 10.0 にします。サイズをフィルにします。アピアランス、バックグラウンドカラーのアルファを 0.0 にします。パネル、キャンバスパネルをボタン配下に配置します。パディングを 0.0 にします。ホリゾンタルアラインメントを水平方向に塗りつぶしにします。バーティカルアラインメントを垂直方向に塗りつぶしにします。一般、イメージをキャンバスパネル配下に配置します。名前をチョイス001イメージにします。アンカーを全体にします。オフセットをすべて 0.0 にします。アピアランス、カラー&オパシティを黄色にします。一般、テキストをキャンバスパネル配下に配置します。名前をチョイス001テキストにします。イズバリアブルをトゥルーにします。アンカーを左中央にします。1x、50.0、1y、0.0 にします。アラインメントを 0.0、0.5 にします。サイズ2コンテントをトゥルーにします。アピアランス、カラー&オパシティを黒色にします。フォント、サイズを 50.0 にします。チョイス001ボタンを選択します。コントロールプラス C でコピーします。コントロールプラス V で貼り付けます。3つ貼り付けます。名前を変更します。一旦、コンパイルして保存します。2、グラフに移動します。件数の整理。件数が多いので整理します。ボタンを選択します。カテゴリーにボタンと記入します。テキストとイメージもカテゴリー分けします。コンパイルして保存します。選択肢を配列に格納。選択肢を配列に格納します。カスタムイベント EV チョイスフレームを作成します。カスタムイベント EV チョイスフレームを選択します。選択肢と答えの変数をテキスト型で追加します。カスタムイベント EV チョイスフレームの U アンサーピンを右クリックして変数へ昇格します。変数を格納する変数を作成します。変数アレイチョイス、テキスト型を配列で作成します。変数アレイチョイス、セットノードを配置します。変数 U アンサー、セットノードにつなぎます。左のピンよりメイクアレイノードを配置します。ピンを3つ追加して0から3の4つにします。選択肢変数を順番につなぎます。選択肢テキストブロックの格納。選択肢テキストブロックも格納します。変数アレイチョイステキスト、テキスト型を作成します。変数の型をテキストのオブジェクト参照型で配列にします。変数アレイチョイステキスト、セットノードを配置します。変数アレイチョイス、セットノードにつなぎます。左のピンよりメイクアレイノードを配置します。ピンを3つ追加して0から3の4つにします。選択肢の変数テキストブロックを順番につなぎます。選択肢ボタンの格納。選択肢ボタンを格納します。変数アレイチョイスボタン、ボタン型を作成します。変数の型をボタンのオブジェクト参照型で配列にします。変数アレイチョイスボタン、セットノードを配置します。変数アレイチョイステキスト、セットノードにつなぎます。左のピンよりメイクアレイノードを配置します。ピンを3つ追加して0から3の4つにします。選択肢の変数ボタンを順番につなぎます。コンパイルして保存します。3、UMG の結合。挿絵 UMG と選択肢 UMG をセリフフレーム UMG に結合します。UMG セリフフレームを開きます。1、デザイナー。パレットで UMG チョイスフレームを検索します。UMG チョイスフレームをキャンバスパネル配下に配置します。アンカーを右上にします。
位置をリセットします。サイズをリセットします。アラインメントを 1.0、マイナス 0.3 にします。サイズ2コンテントをトゥルーにします。レンダートランスフォーム、スケールを 0.7 にします。パレットで UMG イラストレーションフレームを検索します。UMG イラストレーションフレームをキャンバスパネル配下に配置します。アンカーを中央にします。位置をリセットします。サイズをリセットします。アラインメントを 0.5 にします。サイズ2コンテントをトゥルーにします。レンダートランスフォーム、スケールを 1.7 にします。コンパイルして保存します。グラフに移動します。デフォルト表示、非表示、イベントコンストラクトノードを配置します。初期状態では、UMG チョイスフレームと UMG イラストレーションフレームは非表示にします。変数 UMG チョイスフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG チョイスフレーム、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。イベントコンストラクトノードにつなぎます。変数 UMG イラストレーションフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG イラストレーションフレーム、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。セットビジビリティノードにつなぎます。コンパイルして保存します。4. 構造体とデータテーブル。前回作成した構造体とデータテーブルに追記します。4-1. 構造体にクイズ用の変数を追加。構造体 STNPC トークを開きます。変数を追加します。今回クイズの出題者は NPCID とします。問題文はセリフに表示します。クイズアベイラブルは True でクイズ、False でセリフです。選択肢は4つ用意します。セリフカラーは、セリフなのかクイズ問題文なのかを区別するために色で分けます。セリフは黒、問題文は緑にする予定です。保存して閉じます。4-2. データテーブルにクイズ用の行を追加。データテーブル DTNPC トークを開きます。クイズ用データテーブルの行を追加します。出題者、NPC 名、クイズ問題、セリフ、クイズ有無、選択肢、答え、文章の色を記入していきます。NPC A はクイズなしにします。NPC B は最初からクイズ問題で始まります。NPC C はセリフの途中にクイズ問題を複数入れます。保存して閉じます。5. 修正。少し修正をします。その1、Add to Viewport BT My Character を開きます。セリフフレームのウィジェットの表示のところの Add to Viewport ノードを修正します。ウィジェットが何度も追加されてしまいますので、別のところに移動します。Add to Viewport ノードを切断します。イベント Begin Play ノードのウィジェットの事前読み込みに追加します。追加したら、ゲームを起動すると表示してしまうので、一旦、非表示にします。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。イベント Begin Play ノードにつなぎます。Add to Viewport ノードがあった箇所は、セットビジビリティノードにします。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをビジブルにします。EV セリフフレームノードにつなぎます。フレームクローズド、セットノードにつなぎます。カスタムイベント EV セリフフレームフィニッシュで、セリフフレームを非表示にしている箇所を修正します。Remove from Parent ノードを削除します。代わりにセットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。前と後ろをつなぎます。その2、検証用のプリントストリングノードの削除。検証用のプリントストリングノードはもう必要ないので、削除します。
その3、ゲームオンリー。ゲーム起動時は、キーボードで操作するようにします。イベントビギンプレイノードにつなぎます。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、セットインプットモードゲームオンリーノードを配置します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。その4、アウトローを変数へ昇格。構造体に変数を追加したので、データテーブルの読み込み時にピンの数が増えています。カスタムイベント EV セリフフレームのデータテーブルの読み込みを修正します。一旦、ピンを切断します。ピンを右クリックして、構造体ピンを再結合します。アウトローを右クリックして、変数へ昇格します。名前を STNPC トークにします。出力側のピンを右クリックして、構造体ピンを分割します。NPCID ピンを2テキスト、ネームノードにつなぎます。セリフピンを U セリフピンにつなぎます。ファーストローナンバーの取得のデータテーブル内の NPC 名を修正します。一旦、ピンを切断します。ピンを右クリックして、構造体ピンを再結合します。NPCID セットノードはいらないですね。削除します。変数 STNPC トーク、セットノードを配置します。アウトローをつなぎます。出力ピンを右クリックして、構造体ピンを分割します。NPCID ピンをイコールノードのピンにつなぎます。ネクストロー判定と表示のネクストロー NPC 名を修正します。同じように、一旦、ピンを切断します。ピンを右クリックして、構造体ピンを再結合します。NPCID セットノードはいらないので削除します。変数 STNPC トーク、セットノードを配置します。アウトローをつなぎます。出力ピンを右クリックして、構造体ピンを分割します。NPCID ピンをイコールノードのピンにつなぎます。ネクストローの表示を修正します。ネクストローを取得後は、セリフフレームへ処理を流します。ネクストローの表示を削除します。EV セリフフレームをブランチノードのトゥルーにつなぎます。一旦、コンパイルして保存します。その後、セリフから、セリフの色を追加したので、処理を追加します。UMG セリフフレームを開きます。グラフに移動します。セリフテキストを配置します。セリフテキストより、セットカラー&オパシティノードを配置します。セットテキスト、テキストノードにつなぎます。インカラー&オパシティピンを伸ばして、EV セリフフレームノードにドラッグします。コンパイルして保存します。BT マイキャラクターを開きます。UMG セリフフレームの EV セリフフレームノードに、ピンが追加されています。STNPC トーク、セットノードのセリフカラーをインカラー&オパシティにつなぎます。コンパイルして保存します。その6、変数の整理。変数が多くなってきたので整理します。前回作成した変数を NPC トークシステムカテゴリーに格納します。コンパイルして保存します。6、選択肢 UMG。クイズアベイラブルが True の時は、クイズ問題です。その時は選択肢 UMG を表示します。カスタムイベント EV セリフフレームノードのところの、会話データテーブルの読み込みで、クイズアベイラブルピンが追加されています。ブランチノードを配置します。クイズアベイラブルピンをコンディションにつなぎます。カスタムイベント EV セリフフレームの最後につなぎます。クイズ問題で選択肢を表示するときは、True に処理が流れます。セリフで選択肢を表示しないときは、False に処理が流れます。カスタムイベント EV チョイスフレームを作成します。カスタムイベント EV チョイスフレームを配置します。ブランチノードの True につなぎます。6-1、選択肢 UMG の表示。選択肢 UMG を表示します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードより、変数 UMG チョイスフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG チョイスフレーム、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをビジブルにします。
カスタムイベント EV チョイスフレームにつなぎます。6-2 選択肢答えの取得構造体の変数より表示する選択肢答えを取得します。変数 UMG セリフフレームゲットノードを配置します。変数 UMG セリフフレームゲットノードより変数 UMG チョイスフレームゲットノードを配置します。変数 UMG チョイスフレームゲットノードより関数 EV チョイスフレームを呼び出します。変数 STNPC トークゲットノードを配置します。出力ピンを右クリックして構造体ピンを分割します。選択肢と答えのピンをつなぎます。セットビジビリティノードにつなぎます。6-3 マウスカーソルの表示選択肢を選択するのにマウスカーソルを表示します。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより小マウスカーソルノードを配置します。カーソルの表示をトゥルーにします。ゲットプレイヤーコントローラーノードよりセットインプットモード UI オンリーノードを配置します。インマウスロックモードをロックオルウェイズにします。小マウスカーソルノードにつなぎます。前の処理につなぎます。コンパイルして保存します。7選択肢内容の表示選択肢の内容を表示します。UMG チョイスフレームを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV ディスプレイングチョイスを作成します。選択肢を配列に格納の最後にカスタムイベント EV ディスプレイングチョイスをつなぎます。7-1 アレイループ処理選択肢を格納したアレイチョイスから各選択肢内容を抜き取ります。変数アレイチョイスゲットノードを配置します。変数アレイチョイスゲットノードより方位1ループノードを配置します。カスタムイベント EV ディスプレイングチョイスにつなぎます。7-2 インデックスの取得方位1ループノードのアレイインデックスピンを右クリックして変数へ昇格します。名前をチョイスインデックスにします。変数チョイスインデックスは選択肢のインデックス値です。ループボディピンにつなぎます。7-3 選択肢の表示選択肢を表示する場所は選択肢のテキストブロックです。変数アレイチョイステキストゲットノードを配置します。変数アレイチョイステキストゲットノードよりゲットアコピーノードを配置します。変数チョイスインデックスゲットノードを配置します。ゲットアコピーノードにつなぎます。ゲットアコピーノードよりセットテキストノードを配置します。変数アレイチョイスゲットノードを配置します。変数アレイチョイスゲットノードよりゲットアコピーノードを配置します。変数チョイスインデックスゲットノードをゲットアコピーノードにつなぎます。セットテキストノードのインテキストピンにゲットアコピーノードをつなぎます。セットテキストノードインデックスの取得につなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。選択肢が表示できましたね。8クリックアクション選択肢をクリックすると回答できるようにします。UMG チョイスフレームを開きます。グラフに移動します。変数のチョイス001ボタンを選択します。詳細パネルイベントでオンクリック度のプラスを押します。イベントグラフにオンクリック度ノードが追加されます。変数チョイスインデックスセットノードを配置します。値は配列に格納したインデックスと一致するようにします。チョイス001のインデックス値は0ですね。オンクリック度ノードにつなぎます。同じように他の選択肢ボタンも作成します。アンサーアクションカスタムイベント EV アンサーを作成します。変数チョイスインデックスセットノードを配置します。カスタムイベント EV アンサーにつなぎます。チョイスインデックスピンをカスタムイベント EV アンサーにドラッグします。関数 EV アンサーを呼び出します。チョイスインデックスピンをつなぎます。クリックアクションの各音クリック度ノードの最後につなぎます。ボタンを押すと EV アンサーに処理が流れます。9-1
挿絵 UMG の表示遅延。挿絵 UMG の表示を少し遅らせます。ディレイノードを配置します。変数チョイスインデックス、セットノードにつなぎます。デュレーションを 0.5 にします。9-2、マウスカーソルの非表示。ボタンを押して回答した後は、マウスカーソルを非表示にします。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、小マウスカーソルノードを配置します。カーソルの表示をフォールズにします。ディレイノードにつなぎます。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、セットインプットモードゲームオンリーノードを配置します。小マウスカーソルノードにつなぎます。9-3、ユーザーアンサーの取得。ユーザーが選択した回答を取得します。変数ユーザーアンサー、テキスト型を作成します。変数ユーザーアンサーは、ユーザーが選択した回答です。変数ユーザーアンサー、セットノードを配置します。前の処理につなぎます。配列アレイチョイスの中から、ユーザーが選択したボタンのインデックスと一致する選択肢を取得します。変数アレイチョイス、ゲットノードを配置します。変数アレイチョイス、ゲットノードより、ゲット、コピーノードを配置します。変数チョイスインデックス、ゲットノードを配置します。ゲット、コピーノードにつなぎます。ゲット、コピーノードを変数ユーザーアンサー、セットノードにつなぎます。9-4、正解判定。ユーザーが選択した選択肢と答えが一致しているかを判定します。ブランチノードをつなぎます。変数ユーザーアンサー、セットノードより、イコールイグザクトリ、テキストノードを配置します。変数ユーアンサー、ゲットノードを配置します。イコールイグザクトリ、テキストノードの下のピンにつなぎます。イコールイグザクトリ、テキストノードをブランチノードのコンディションにつなぎます。ユーザーが選択した選択肢と答えが一致している場合は、トゥルーに処理が流れます。不一致の場合は、フォールズに処理が流れます。一旦、コンパイルして保存します。9-5、ブループリントインターフェース。正解判定の結果は、UMG イラストレーションフレームで表示します。UMG イラストレーションフレームで表示するために、情報を BP マイキャラクターに送ります。情報を送るために、ブループリントインターフェースに関数を追加します。BPINPC トークを開きます。プラス追加より、新規関数を追加します。名前を BPI コレクトアンサーにします。インプットに変数コレクトアンサー、テキスト型を追加します。変数コレクトアンサーは、正解の時のユーザーの回答です。プラス追加より、新規関数を追加します。名前を BPI インカレクトアンサーにします。インプットに変数インカレクトアンサー、テキスト型を追加します。変数インカレクトアンサーは、不正解の時のユーザーの回答です。保存して閉じます。9-6、正解時または不正解の時の通知、UMG チョイスフレームを開きます。グラフに移動します。プレイヤーを指定します。ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。リターンバリューピンを右クリックして、変数へ昇格します。名前をプレイヤーにします。イベントコンストラクトノードにつなぎます。BPI コレクトアンサー、メッセージノードを配置します。変数プレイヤー、ゲットノードを配置します。ターゲットピンにつなぎます。変数ユーザーアンサー、ゲットノードを配置します。コレクトアンサーピンにつなぎます。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。BPI インカレクトアンサー、メッセージノードを配置します。変数プレイヤー、ゲットノードを配置します。ターゲットピンにつなぎます。変数ユーザーアンサー、ゲットノードを配置します。インカレクトアンサーピンにつなぎます。ブランチノードのフォールズにつなぎます。コンパイルして保存します。10、挿絵 UMG。正解判定結果を UMG イラストレーションフレームで表示するようにします。BP マイキャラクターを開きます。ブループリントインターフェース BPINPC トークは前回の動画で実装済みです。インターフェース BPI コレクトアンサーを右クリックしてイベントを実装します。イベントグラフにイベント BPI コレクトアンサーノードが追加されます。10-1、正解マークの表示。正解マークを UMG イラストレーションフレームに表示します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG セリフフレーム、
ゲットノードより、変数 UMG イラストレーションフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG イラストレーションフレーム、ゲットノードより、関数 EV リザルツを呼び出します。U リザルツに丸記号を記入します。U ユーザーアンサーピンをコレクトアンサーピンにつなぎます。イベント BPI コレクトアンサーノードにつなぎます。10の2、正解マークの色指定、赤色、正解マークの色を指定します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードより、変数 UMG イラストレーションフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG イラストレーションフレーム、ゲットノードより、変数リザルトテキスト、ゲットノードを配置します。変数リザルトテキスト、ゲットノードより、セットカラーハンドオパシティノードを配置します。インカラーハンドオパシティピンより、メイクスレートカラーノードを配置します。スペシファイドカラー、指定カラーを赤色にします。EV リザルツノードにつなぎます。10の3、挿絵 UMG の表示。挿絵用の UMG イラストレーションフレームを表示します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードより、変数 UMG イラストレーションフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG イラストレーションフレーム、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをビジブルにします。セットからハンドオパシティノードにつなぎます。10の4、不正解マークの表示。不正解マークを UMG イラストレーションフレームに表示します。インターフェース、BPI インカレクトアンサーを右クリックして、イベントを実装します。イベントグラフに、イベント BPI インカレクトアンサーノードが追加されます。正解マークの表示を複製します。U リザルツにかける記号を記入します。イベント BPI インカレクトアンサーノードにつなぎます。U ユーザーアンサーピンをインカレクトアンサーピンにつなぎます。10の5、不正解マークの色指定。青色、不正解マークの色を指定します。正解マークの色指定、赤色を複製します。スペシファイドカラー、指定カラーを青色にします。EV リザルツノードにつなぎます。出力ピンはセットビジビリティノードにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。11、ネクストロー判定と表示。エンターキーを押すと次の行を表示するようにします。BP マイキャラクターを開きます。11の1、ネクストロー。処理が長いので分離します。プレイス&2でノードの前で切り離します。カスタムイベント EV ネクストローを作成します。切り離した処理をつなぎます。11の2、挿絵 UMG の非表示。表示していた挿絵 UMG を非表示にします。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードより、変数 UMG イラストレーションフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG イラストレーションフレーム、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。ブランチノードのフォールズにつなぎます。11の3、選択肢 UMG の非表示。表示していた選択肢 UMG を非表示にします。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードより、変数 UMG チョイスフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG チョイスフレーム、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。前の処理につなぎます。最後に切り離したネクストロー処理 EV ネクストローをつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。
かには完成ですね。あとは、細かいところを追加していきます。12、カーソルホバーアクション。マウスカーソルがボタンに重なったとき、ボタンが反応するようにします。UMG チョイスフレームを開きます。グラフに移動します。変数チョイス001ボタンを選択します。詳細パネル、イベント、オンハバードのプラスをクリックします。イベントグラフにオンハバードノードが配置されます。変数チョイス001ボタン、ゲットノードを配置します。セットレンダートランスレーションノードを配置します。トランスレーションを X、-200.0、Y、0.0 にします。オンハバードノードにつなぎます。変数チョイス001ボタンを選択します。詳細パネル、イベント、オンアンハバードのプラスをクリックします。イベントグラフにオンアンハバードノードが配置されます。セットレンダートランスレーションノードを配置します。トランスレーションを X、0.0、Y、0.0 にします。オンアンハバードノードにつなぎます。その他のボタンも同じように設定します。コンパイルして保存します。13、選択肢用 UMG 登場アニメーション。選択肢 UMG が表示される時の登場アニメーションを実装します。UMG セリフフレームを開きます。13の1、選択肢用 UMG 登場アニメーションの作成。UMG チョイスフレームを選択します。アニメーションを開きます。プラスアニメーションをクリックして追加します。名前をアニムチョイスフレームにします。FPS を 30fps にします。プラス追加をクリックして UMG チョイスフレームをトラックに追加します。プラスをクリックしてトランスフォームをトラックに追加します。トランスフォームを展開します。変換を展開します。0.00 に移動します。X を 1000.0 にします。トランスフォームを選択します。エンターを押してキーを打ちます。0.30 に移動します。トランスフォーム、変換、X を 0.0 にします。トランスフォームを選択します。エンターを押して、キーを打ちます。再生してみましょう。アニメーションを閉じます。コンパイルして保存します。13の2、選択肢用 UMG 登場アニメーションの再生。BT マイキャラクターを開きます。選択肢 UMG、選択肢、答えの取得の後ろに実装します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードより、アニムチョイスフレーム、ゲットノードを配置します。アニムチョイスフレーム、ゲットノードより、プレイアニメーションノードを配置します。ターゲットに変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードをつなぎます。選択肢、答えの取得につなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。14、マウスポジションの指定。選択肢の登場直後、マウスカーソルがボタンに重なってしまいます。マウスカーソルの位置を指定します。BT マイキャラクターを開きます。マウスカーソルの表示の後ろに追加します。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、セットマウスポジションノードを配置します。X、500、Y、300にします。マウスカーソルの表示につなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。選択肢の登場直後、マウスカーソルがボタンに重ならなくなりましたね。15、
ボタン選択許可。現在、マウスクリックを連打すると、回答後であっても、他の選択肢ボタンを押すことができます。ボタンをか、回答後は、他のボタンが反応しないようにします。UMG チョイスフレームを開きます。15の1、選択許可。グラフに移動します。変数セレクションパーミッション。ブーリアン型を作成します。変数セレクションパーミッションは、選択許可です。変数セレクションパーミッション。セットノードを配置します。選択肢の表示後は、True にします。選択肢の表示につなぎます。15の2、クリックアクションに選択許可判定を追加。クリックアクションに選択許可判定を追加します。変数セレクションパーミッション。ゲットノードを配置します。変数セレクションパーミッション。ゲットノードより、ブランチノードを配置します。許可の時は、True に処理が流れます。許可しない時は、False に処理が流れます。変数セレクションパーミッション。セットノードを配置します。一度回答を選択すると許可しないようにします。False にします。オンクリックドノードにつなぎます。それぞれのオンクリックドノードに選択許可判定を追加します。15の3、カーソルホバーアクションに選択許可判定を追加。カーソルホバーアクションに選択許可判定を追加します。変数セレクションパーミッション。ゲットノードを配置します。変数セレクションパーミッション。ゲットノードより、ブランチノードを配置します。オンハバードノードにつなぎます。それぞれのオンハバードノードに選択許可判定を追加します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。16、ネクストテキストの非表示。表示。BP マイキャラクターを開きます。16の1、ネクストテキストの非表示。選択肢 UMG が表示しているときは、セリフフレームのエンターを非表示にします。選択肢 UMG の最後、マウスポジションの後に追加します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードより、変数ネクストテキスト、ゲットノードを配置します。変数ネクストテキスト、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。マウスポジションにつなぎます。16の2、ネクストテキストの表示。選択肢 UMG が非表示の時は、セリフフレームのエンターを表示します。ネクストロー判定と表示。選択肢 UMG の非表示の後に追加します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードを配置します。変数 UMG セリフフレーム、ゲットノードより、変数ネクストテキスト、ゲットノードを配置します。変数ネクストテキスト、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをビジブルにします。選択肢 UMG の非表示につなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。17、サウンドの追加。サウンドを追加していきます。コンテンツブラウザのサウンドフォルダに、使用するサウンドファイルをドラッグ&ドロップします。BP マイキャラクターを開きます。17の1、クイズ出題サウンド。選択肢が登場する際に、サウンドが鳴るようにします。選択肢 UMG、ネクストテキストの非表示の後に追加します。プレイサウンド2でノードを配置します。サウンドを指定します。ネクストテキストの非表示につなぎます。コンパイルして保存します。17の2、制限時間サウンド。選択肢を選んでいる最中は、
専用の BGM が流れるようにします。BGM はループするようにします。使用する BGM サウンドを右クリックして Q を作成します。ファイルを開きます。ウェーブプレイとアウトプットの間にルーピングノード、ループ中を配置します。保存して閉じます。BP マイキャラクターを開きます。クイズ出題サウンドの後に追加します。スポーンサンド2でノードを配置します。サウンドで作成した Q を指定します。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前をタイムリミットサウンドにします。クイズ出題サウンドにつなぎます。差し絵 UMG を表示している最中は専用 BGM が流れないようにします。差し絵 UMG の表示の後に追加します。変数タイムリミットサウンド、ゲットノードを配置します。変数タイムリミットサウンド、ゲットノードよりストップノードを配置します。差し絵 UMG の表示につなぎます。コンパイルして保存します。17-3 カーソルホバーサウンド、マウスカーソルが選択肢ボタンに重なった時にサウンドが鳴るようにします。UMG チョイスフレームを開きます。グラフに移動します。カーソルホバーアクションの最後に追加します。プレイサウンド2でノードを配置します。サウンドを指定します。セットレンダートランスレーションノードにつなぎます。それぞれのオンハバードノードに追加します。17-4 オンクリックドサウンド、ユーザーが選択肢で回答を選択したときサウンドが鳴るようにします。アンサーアクションの変数チョイスインデックス、セットノードの後に追加します。プレイサウンド2でノードを配置します。サウンドを指定します。変数チョイスインデックス、セットノードにつなぎます。コンパイルして保存します。17-5 正解、不正解サウンド、正解の時、不正解の時にサウンドが鳴るようにします。BP マイキャラクターを開きます。差し絵 UMG のイベント BPI コレクトアンサーノードの後に正解サウンドを追加します。プレイサウンド2でノードを配置します。サウンドを指定します。イベント BPI コレクトアンサーノードにつなぎます。差し絵 UMG のイベント BPI インカレクトアンサーノードの後に不正解サウンドを追加します。プレイサウンド2でノードを配置します。サウンドを指定します。イベント BPI インカレクトアンサーノードにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。18、選択肢が少ない場合。現在、選択肢は4つ必要です。選択肢が4つより少ないときは、選択肢の表示数をその数に合わします。UMG チョイスフレームを開きます。グラフに移動します。選択肢の表示の前に追加します。選択肢の表示を切断します。18-1、選択肢ボタンの表示。一旦すべての選択肢ボタンを表示します。変数アレイチョイスボタン、ゲットノードを配置します。変数アレイチョイスボタン、ゲットノードより、ゲット、コピーノードを配置します。変数チョイスインデックス、セットノード、ゲット、コピーノードにつなぎます。ゲット、コピーノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをビジブルにします。変数チョイスインデックスセットノードにつなぎます。18-2、選択肢テキストエンプティ判定。データテーブルに選択肢の記載があるかどうかを判定します。ブランチノードを配置します。テキストイズエンプティノードを配置します。テキストイズエンプティノードをコンディションにつなぎます。for each ループノードのアレイエレメントピンをテキストイズエンプティノードにつなぎます。データテーブルに選択肢の記載がない場合は、true に処理が流れます。データテーブルに選択肢の記載がある場合は、false に処理が流れます。切断した選択肢の表示を false につなぎます。18-3、
テキストエンプティ時、選択肢の非表示。データテーブルに選択肢の記載がない場合は、選択肢ボタンを非表示にします。変数アレイチョイスボタン、ゲットノードを配置します。変数アレイチョイスボタン、ゲットノードより、ゲット、コピーノードを配置します。変数チョイスインデックス、ゲットノードを配置します。ゲット、コピーノードにつなぎます。ゲット、コピーノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。コンパイルして保存します。データテーブルで選択肢を1つ消します。起動してみましょう。選択肢が1つ少なくなりましたね。19、選択肢が全くない場合。データテーブルのクイズアベイラブルをトゥルーにしたけど、選択肢の記載を忘れた時ですね。または、誤ってクイズアベイラブルをトゥルーにしてしまった時ですね。一応作っておきましょう。UMG チョイスフレームを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV ノーチョイスを作成します。関数 EV ノーチョイスを呼び出します。テキストエンプティ時、選択肢の非表示の後ろにつなぎます。19の1、選択肢1、なし判定。選択肢1の記載がなければ、選択肢すべてがないとします。変数チョイスインデックス、ゲットノードを配置します。変数チョイスインデックス、ゲットノードより、イコールノードを配置します。下のピンは0にします。イコールノードより、ブランチノードを配置します。カスタムイベント EV ノーチョイスにつなぎます。選択肢1がない場合は、トゥルーに処理が流れます。選択肢1がある場合は、フォールズに処理が流れます。フォールズには何もつなぎません。19の2、操作説明文の非表示。マウスカーソルで操作する説明文を非表示にします。変数オペレーティングインストラクションテキスト、ゲットノードを配置します。変数オペレーティングインストラクションテキスト、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。インビジビリティをハイデンにします。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。コンパイルして保存します。19の3、BPI に関数を追加。選択肢がないときは、サウンドなどが実行されないようにします。サウンドなどは、別のブループリント BP マイキャラクターで実行しているので、ブループリントインターフェースに関数を追加します。BPI-NPC トークを開きます。プラス追加より、新規関数を追加します。名前を BPI のチョイスにします。詳細パネル、インプットで、変数のチョイスブーリアン型を追加します。変数のチョイスは、選択肢が全くないかどうかです。コンパイルして保存します。19の4、選択肢なし通知。選択肢がないことを BP マイキャラクターに通知します。UMG チョイスフレームを開きます。グラフに移動します。変数プレイヤー、ゲットノードを配置します。変数プレイヤー、ゲットノードより、BPI のチョイス、メッセージノードを配置します。ノーチョイスをトゥルーにします。操作説明文の非表示につなぎます。コンパイルして保存します。19の5、選択肢なし通知の受け取り。BP マイキャラクターで、選択肢なし通知を受け取ります。BP マイキャラクターを開きます。インターフェース、BPI のチョイスを右クリックして、イベントを実装します。イベント BPI のチョイスノードが配置されます。ノーチョイスピンを右クリックして、変数へ昇格します。19の6、選択肢ありなし判定。選択肢 UMG、マウスカーソルの表示の前に追加します。変数のチョイス、ゲットノードを配置します。変数のチョイス、ゲットノードより、ブランチノードを配置します。選択肢がないときは、トゥルーに処理が流れます。選択肢があるときは、フォールズに処理が流れます。フォールズに通常の処理、マウスカーソルの表示以下をつなぎます。19の7、選択肢なし戻し。次の行のために、選択肢なしをありにします。変数のチョイス、セットノードを配置します。
フォールズにします。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。20、カメラインプット。現在、セリフフレームを表示している最中にマウスを動かすと、セリフフレームを閉じた時にカメラの位置に影響を与えてしまいます。セリフフレームを表示している最中は、マウスでユーザーのカメラが動かないようにします。インプットアクション AI ルックノードに処理を追加します。変数フレームクローズド、ゲットノードを配置します。変数フレームクローズド、ゲットノードより、ブランチノードを配置します。インプットアクション AI ルックノードのトリガードピンにつなぎます。フレームを閉じるとトゥルーに処理が流れます。フレームを表示している最中は、フォールズに処理が流れます。ブランチノードのトゥルーに後ろの処理をつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。やっとできましたね。ついついプレイヤーキャラクターのブループリントに記述してますが、ゲームモードやハット、メイン UMG に記載した方が良さそうですね。ストーリーなどに選択肢を設けるメリットは、プレイヤーの没入感向上、プレイヤー自身の選択でストーリーを進めることで、物語への感情移入が深まります。リプレイ価値の向上、異なる選択肢を試すことで、複数回プレイしても新しい発見や異なる結末を楽しむことができます。個別体験の提供、プレイヤーごとに異なるストーリー展開ができるため、他のプレイヤーとの比較や共有が楽しめます。ストーリーテリングの深み、選択肢によって物語の展開が変わることで、より複雑で多層的なストーリーを構築できます。プレイ意欲の向上、プレイヤーが選択肢を通じてゲームに関与することで、ゲームへの興味や関心が持続します。道徳的、倫理的な選択の提供、プレイヤーに難しい選択を迫ることで、道徳的、倫理的なテーマを熟考する機会を提供します。キャラクターの成長と発展、選択肢によってキャラクターの成長や関係性が変化し、よりダイナミックなキャラクターアークを楽しめます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。